どうも、日本語で喋りましょうのオカルと、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は俺と木村の好きな YouTube のチャンネルについて話したいと思います。はい。で、まず俺から紹介します。本当にいろんな好きなチャンネルたくさんあるんだけど、まず俺が一つ目に紹介したいチャンネルは、マイバルトラベルっていうチャンネマイバルトラベル。ル。聞いたことある？いや、ないね。どんな感じの YouTuber なの？この YouTuber は一応2人組の YouTuber で、女の人と男の人がいて、で、関係性は女の人が後輩で、男の人が先輩で、なんか先輩と一緒にいろんなとこを旅していくっていうチャンネルなんだけど、もちろんね、日本の国内いろんなところも行くし、結構ね、海外、アジアもそうだし、ヨーロッパもういろんなところをね、旅行して、で、その旅行してる道中の会話とか、なんかいろんな観光スポットとかを見ながら楽しむっていう感じのチャンネル。なるほど。うん。で、なんでこのチャンネルがいいかっていうと、結構ね、有名どころじゃなくて、あんまり聞いたことないところとか、はいはいはいなんかはい。穴場スポットみたいなところに結構行ってくれるんだよ。あ、そう。今、あれだもんね。すごい日本人じゃない。日本に観光に来る人多いけど、やっぱりうん。行くスポットってさ、有名なとこばっかりだと思うから、ね、うん。いいじゃん、そうそれ。そうそう。そうなのよ。みんなね、行くとしたら東京、で、新宿、渋谷、秋葉原とか、で、大阪、京都ってみんな一緒のとこ行くと思うんだけど、このマイバルトラベルは、例えば日本の島根県に行ったりとか、はい。岡山県に行ったりとか、あとは青森とか行ったりとか、あんまりね、俺らでも知らないよね、そういう県は。そうだね。全うん。然想像がつかないエリアだと思う、俺も。ね、なんとなくはもちろんさ、名前は知ってるけどさ、その県のじゃあ何が特にいいんですかって聞かれたら、俺らでもちょっとパッと思いつかないもんね。そうね。そうそうそう。だから俺が結構見てて、日本でこんな綺麗なとこあるんだっていうところをすごい紹介してくれるから、結構それを見て、で、自分の日本で旅行したいところを決めるのもいいし、で、このマイバルトラベルのこの先輩と後輩のこの会話っていうのも普通に日本語の勉強にいいから、もうダブルの意味でこのチャンネルはおすすめ。なるほど。それね、見たらね、あんまり、なんだろう、ガイドブックとかに載ってないエリアとかもね、うん。あの、わかるだろうし、そこに旅行に行くことにつながると思うから、いいね。うん。そうそうそう。俺も結構そのチャンネルを見て、あ、ここ行きたいなってこうチェックしてるもん。へえ、いいね。うん。それでどんど本当におすすめ。んリストを作って。そう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 。で、うん。次にうん。おすすめのチャンネルは、内はいはい。見ゴリラのチンチンタイっていうチャンネル。内見ゴリラのチンチンタイ。そう、聞いたことあるこれ？ああ、ないね。なんかまあ、ちょっとゴリラっていうからまあ、ごっうん。つい人が、賃賃貸ってことはまあちょっと変わった物件を紹うん。介してくれるんじゃないかなって感じはするけど、うん。どそう、まさにその通りですごい体でっかい、なんか本当にゴリラみたいな男の人がいて、で、そう？の人がちょっと一風変わった物件、アパートとかマンションを紹介してくれるっていうチャンネルなんだよね。へえ、でも本当なるほにいろんな物件行くのよ。例えど。ば、家賃が1万円ぐらいの激安物件とか、もう家賃1毎万円月何十万円の高級マンションとか、もう本当にいろんなところのいろんな部屋を見せてくれる。月1万円ってこと？
そそれ、どんな、怪しい物件なのって感じするけど、まあ、ちょっと気になるっちゃ気にう。うん、なる。いや、そうね。本当にね、月1万円の物件はね、もうめちゃめちゃ古い、とにかく。ああ、ほんと。うん。で、もう本当に床もうなんか平らじゃなくて、なんかへこんでたり、なんかよくわかんない汚れが壁にあったりとか、うんうん。うん。なんかすごい、もう今にも崩れそうなボロボロのアパートとか、うん。ううん、ん。すごいね、ちょっと衝撃的なアパートなんだけど、やっぱり俺普段さ、アパートの、内見のビデオとか見るのも好きうん。だし、あとオンラインでなんか物件探したりするのも好きなのよ。あ、そうなの？そう、なんか引っ越すのってさ、大変だけどさ、部屋を見るだけだったらさ、別に何にもさ、労力かからないし無料じゃん。そうね、そうね。そう、それで部屋の間取り図とかを見て、あ、俺だったら家具こうやって置くなとか、あ、ここに住んはいはいだらはいはい。駅近いし、公園も近いし、いいなとか、こう想像するのが好きなのよね、俺。なるほどね。いうん。いね。そうそうそう。で、この紹介してくれるゴリラみたいなお兄さんもすごい面白い人だから、シンプうん。ルにその人の話を聞くだけで笑えるっていうチャンネル。ほんと。そうそうそう。だから本当にお金に困って安い物件を探してる人とか、まあ、日本のこのアパートの、内見をしたい人とか、日本語を学びたい人とか、いろんな人におすすめのチャンネル。そうだね。実際ね、日本に住むってなったらさ、うん。そこでさ、使われる用語とかさ、うんうんう例えばん。敷金とか、礼うん金とかさ、それうんちょっと難しい言葉って、そういう場に自分が行かないと学べない言葉とかあるだろうし、そうんうれを、ん実際に自分が体験せずに動画うん。でこうやって勉強できるのはいいよね。うん、いいよね。本当に俺はそう思う。うん、結構、この家探しのための専門用語が学べるっていうのはあると思そうね。う。うん、木村は好きな YouTube とかある？あるね。バドンカドンクチャンネルっていう、うん。聞いたことある岡戸？全然聞いたことない。何それ？聞いたことない。うん。これは、うん。日本人の結城さんっていう女性の方と、うん。あと、アメリカ人アメうん。リカ生まれの、多分うん。日本人、ハーフ日本人だと思うんだけど、のダニエルっうん。て人が、まあ、会話をするタイプのポッドキャストなんだけど、うん。まあ、二人がその日本とアメリカの文化の違いとかをうん。話してて、へまあ、え。すげえくだらない、うん。めちゃめちゃくだらないのね。うん。なんかうん。世代とかも似てるのか、うん。あのーそう、その当時流行った、子供の時に流行ったゲームとかの話とかしたりとか、ポケモンね、がアメリカでなるほど、なるほどう流行ったかみたいな話するんだけどさ、一番初期のポケモンのゲームってさ、赤、青、ど。うん。緑ってあってさ、あとピカチュウうん。版っていうのがあったけどさ、アメリうん。カでは緑うん。版が出なかったみたいな話してあ、そうて、なの？うん。そう。なんかまあその理由はそのうん。理由は本当の理由はわかんないけど、うん。草タイプとか、ちょっとなんかうん。麻薬大麻うん。なんだろう、をイメージさせちゃうから、うん。グリーン版は、出なかったんじゃないかみたいな。いや、そんなことないでしょ。そんなことないでしょと思うんだけど、そううん。そうそうそう。そうだからなんか、草タイプのポケモンとかなんか、うん。ねそういう風に使われちゃうんじゃないかみたいな。けど確かにアメリカならあるんじゃないかって思っちゃうね。そうそうそう。とにかく、なんかちょっと、めちゃめちゃくだらないんだけど、うん。そこをいい感じで、その結城さん、多分大阪出身の方なのかな、関西弁で話しうん。てて、うん。で、ちょっといい感じにこうツッコミを入れるわけね。だから、うん。こう、ただくだらないだけじゃなくて、こう、ちょっとバチッと入る。あ、しっかり、なるほどね。うんうんうん。結城さんのおかげでそう、ちゃんと文化も勉強できると。ちょっと締まるところもある、みたいな。そんなるほどね。でさ、英語字幕もあるから、うんうん。そうそう。だから、
両方ね、聞きながら、これが英語でなんていうのかなっていうのもわかるから、これね、うん。日本語勉強してる方にもおすすめかな。結構ふざけてる内容だけどちゃんと勉強になるわけね。まあ、使いようによってはなると思う。多分全部そうそうそう。はならないかもしれないけど、ところどころでね。まあ、いろんなね、面白い YouTube があって、で、まあ今日紹介したチャンネルはね、本当に特に2人がおすすめなんでね、ぜひ興味がある人は見てみてください。はい。はい。ということで今日は好きな YouTube チャンネルについて話してみました。皆さんは好きな YouTube チャンネルありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。